こんにちは。今日は奈良県の慈光院に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。慈光院は奈良県郡山市にある禅宗寺院です。このお寺にはこの上なく上品で静謐な眺めを堪能できるお庭があります。この美しすぎる素晴らしいお庭をぜひ皆さんに見ていただきたいと思いましたのでご紹介させていただきます。まず門をくぐった後、空気の質が全然違うことを肌で感じました。とても清らかな空気が漂い、このアプローチを一歩一歩踏み歩くたびに、まるで俗世界の汚れが一つ一つ剥がされていくようです。敷石もとてもおしゃれで高級感があります。真ん中には飛び石用にリズミカルに石が配され、その周囲は自然石を配しながらきっちりとした直線を作っています。このような直線の敷石は角を作るのが難しいと言われますが、このように美しい直角になっています。感動的な作りです。そして、敷石の周りには苔が彩りを添えるように生え、頭上には来訪を歓迎してくれているかのように、木々が枝を差し伸べてアーチを作ってくれています。アプローチの先には、楼門が見えてきます。楼門とは、2階建ての屋根を持つ門のことです。この楼門はかやぶき屋根という、ススキやヨシの干した藁などを材料として作られたものとなっています。代表的なものとして、世界遺産の白川郷のかやぶき屋根が有名です。とても日本的な佇まいの屋根ですが、実は日本独自のものではなくて、世界中にこのような屋根があるそうです。私も知って驚きました。楼門をくぐると、またデザインの違う敷石が現れます。右は自然石を並べ、目地に苔が美しい敷石で、天皇などをお迎えする御幸堂となっています。御幸堂の先には、大きな松があり、龍がこちらに頭を下げている形になっています。左は、栗の玄関に続く敷石で、拝観受付があります。こちらの敷石は、最近作られたものだと思いますが、風景に溶け込み違和感がありません。拝観受付の前には、このように靴べらが置いてあって、中にどんぐりが敷き詰められています。このさりげない可愛さには、キュンとさせられちゃいました。では、お待ちかねのお庭になります。この建物やお庭は、江戸時代初期に土木奉行で、茶人でもある片桐石舟によりデザインされたものです。このお庭は枯山水庭園で、美しいラインの刈り込みの植栽と、盆栽から大切に育てられてきた松、二つの蝶々鉢が鎮座し、その間に池に見立てて、白砂をひょうたん型に盛った枯山水があります。砂紋は静かな波を表しているそうです。刈り込みのラインも本当に美しい。このお庭がどれだけ愛されているかを物語っています。そして、ここには美しい中庭もあります。一番目を引く松ですが、こちらも盆栽から育て上げた松だそうです。松をこのような大きさと形に育て上げるには何百年とかかっていると思います。どれだけの人が関わり、手をかけ、慈しんできたでしょうか。その目には見えない時間の流れが、お庭全体を優しく包み、日本庭園独特の静謐さと美意識を存分に表現しています。美しさとは、一石二鳥では作り得ないということが、よく理解できます。また、人が心を込めて長年手入れをしてきたお庭には、
凛とした品を感じます。このお庭の空気がまとう品には、敬意の念を抱かずにはいられません。この中庭の端に座禅席があります。このお庭での座禅とは、本当に贅沢な経験に違いありません。この美しい景色の一部となることによって、自分という存在の意義を改めて認識し、新たな観念や定感を得ることができるのではないでしょうか。また、ここのお庭は、隅々にまで美意識が行き届いていて、このわずかな敷地にも、素晴らしいお庭が作られており、とても感動させられました。今日は、慈光院のお庭をご紹介しました。ここでは、吹き込む風までもが、ろ過され、わずかな汚れもないように感じられます。このような寒寂な空気の中で静かに過ごせ、美しいものをめでゆく時間を得たことは、私にとって本当に大切な何かを得る経験になったと思います。そして皆さんにこの静穏な空気感を伝えられているような動画になっていることを願っています。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いします。それではまた次回。